11章データベースを、やっていきたいと思います。まず最初にですね、データベースへの接続と SQL の実行を、説明していきます。データベースですが、データを永続化するためのソフトウェアで、データの保存や、検索に特化しているものを指しますと。データの記録方式によっていくつか種類がありますが、よく使うものであれば、リレーショナルデータベース、リレーショナルデータモデル、他にもネットワーク型などもありますと。リレーショナルデータベース、RDB と言われるものは、表形式でデータを保存できるデータベースのことですね。広く使われているやつで、MySQL とか SQLite、Postgre、あとは OracleDB などがあります。SQL はデータベース用の問い合わせ言語になっていて、データを検索、更新、削除などのクエリを記述するための言語になっています。で、Go ではデータベース SQL パッケージという RDB にアクセスするためのパッケージが存在します。この SQL パッケージでは共通機能の提供を行っています。例えば、クエリの発行だとか、トランザクションなどの機能を使うことができます。データベースの種類によってドライバーが存在していて、例えば MySQL のドライバーはこれみたいな形で、例えばこのリンクから見ることができますけど、多数のドライバーがありますと。でドライバーの登録はですね、ドライバーと言われるのは各種RDB に対応したものですね。MySQL とか SQLite とかですね。基本的にはインポートするだけで登録されますと。登録を行わないとドライバーが使えないという感じですね。インポートするだけでなぜ登録されるかというとですね、各種ドライバーのイニット関数が実行されて、そのイニット関数の中で登録処理が書かれているので、それで登録できるという感じですね。例えば SQLite のドライバーの場合、これは Linux と Windows で動くものですけど、こんな感じでインポートするだけで OK ですと。で、パッケージ自体は直接使わないことが多いので、アンダースコアで、インポートしておくことが多いです。こうしておくと、SQLite のドライバーを、直接パッケージ使わなくてもコンパイルエラーになりません。今回ちょっと説明するのは SQLite という、データベースなので、こいつはですね、ファイルベースのデータベースになっています。軽量な RDB で単一のファイルに記録されていきますと。アプリケーションに組み込まれることも多くて、他の RDB は基本的にはサーバーとして動作しますけど、こいつはファイル単位ですね。モバイルアプリに組み込まれることも多いですね。はい。で、データベースのオープンですね。データベースのオープンは SQL.open という関数を使って、行うことができます。で、第一引数にはドライバーの名前ですね。SQLite の場合は SQLite。SQLite にもドライバーによって SQLite3 と指定する必要があるものもありますけど、先ほど見た SQLite のドライバーでは、ドライバー名は SQLite となっています。MySQL の場合はドライバーによりますけど、大体 MySQL と指定すれば大丈夫です。この辺の情報はですね、ドライバーのリードミーとか読んでみると書かれているはずです。で、第2引数はですね、こっちの、ここですね。SQLite のドライバーの場合はですね、ここはですね、ファイル名を指定していますけど、MySQL とかの場合は、接続情報ですね。どこのホストか、どのポートでアクセスするかみたいなことが、書かれます。で、このオープンで返ってくる、方はですね、SQLDB のポインターが返ってきます。で、SQLDB の特徴としては、複数のゴールチンから使用可能です。スレッドセーフということですね。
で、コネクションプールの機能がデフォルトで備わっているので、わざわざ自分でコネクションプールを作る必要はありませんと。なので、基本的に一度開いたら、ずっと使い回して、クローズはほとんどしないですと。SQL の実行は、SQLDB のメソッドを使用して、行います。例えば、インサートやデリートを行うものは exec、セレクトなどを行いたい場合は、クエリとかクエリローです。クエリとクエリローの違いはですね、クエリの方が複数のレコードを取得するのに対して、クエリローの方はですね、一つのレコードを、取得するというものに使います。で、この exec クエリクエリローはですね、それぞれexec コンテキスト、クエリコンテキスト、クエリローコンテキストという第一引数にコンテキストを取る、バージョンもありますと。このコンテキストを引数に取る場合はですね、タイムアウトの処理とかを、付与したコンテキストを渡すことができるので、もし、例えば60秒経っても、データベースが反応しなかったら、デッドラインエクシーデッドでエラーとして返ってくるみたいなことが簡単に書くことができます。はい、ここでちょっとテーブルの作成の、SQL の実行している様子を見てみましょう。これは、SQLite の例ですね。SQL についてはですね、そのデータベースによって若干異なるので、読み替えてください。クリエイト文はですね、特に、レコードが返ってくるわけではないので、exec を読んでるだけですと。レコードの挿入についても exec で行うんですけど、このパターンでは、第2引数をもらってきています。これだと insert into で、名前と年齢を指定して、代入してインサートしていますと。で、exec が返す SQL リザルトの、メソッドにラストインサート ID というものがあって、こいつが、最後にインサートしたものの ID を取得するという機能がありますと。これは、ドライバーによっては、実装しない場合がありますけど、MySQL とか SQLite とかそういったものに関しては実装していることが多いので、使いますと。ドライバーの、仕様を見てください。複数のレコードのスキャン、クエリを使うパターンですね。セレクト文を使うときに使うことが多いですと。DB クエリとやると、レスポンスとして戻り値として、ローズという型の値が返ってきます。こいつはですね、イテレーターになっていて、ローズネクストとすると、セレクト文で取ってきたデータを1レコードずつ、アタッチしていきますと。で、取ってきたデータをローズスキャンという、メソッドを、経由して、変数に入れることができます。この例では、変数というよりかは、フィールドに、指定しています。変数に入れたいのでですね、変数そのものを指定するというよりかは、変数のポインターを渡す形になります。で、ローズネクストのループを抜けた後に、ローズエラーという形でエラー処理をやっています。これは、バッファー用スキャナーで見たパターンと同じなんですけど、エラー処理を最後に行うという感じですね。途中でもエラー処理していますけど。はい。レコードの更新。exec は、アップデート文にも使えて、レスポンスで返ってきた情報として、ローズアフェクテッドというメソッドで、何件更新したかという情報が取れます。これもドライバーによって実装があったりなかったりしますけど、大体のドライバーは実装してるかなと思います。